するしない？どうも、日向愛子です。今回は新企画、麻雀の匠をお届けします。この企画は麻雀界のトッププレイヤーの思考をすべて皆さんにお届けしようという新たな試みです。ルールはこちら。では今回のゲストをご紹介しましょう。最高位制日本プロ麻雀協会所属、村上純プロです。はい、第42期最高位村上純です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ今回の企画、だいぶ打ち方もそうですし、思考もすべて皆さんにこうバレてしまうというか、はい、分かられてしまうんですけど、それは大丈夫ですか？まあもう僕の麻雀は全部バレてるんではい、リーチです問題ないと思いね。ます。そういう意味じゃなくて、なんていうんですかね、おうどん王道パターンの王麻雀。道じゃないか。まあまあ、でもとりあえずね、麻雀泣く人もリーチの人もやっぱね、相手の手配を読むっていうことに関しては共通なんで、まあそれを別にバレてもというか、問題ないかなと思いますけどね。実際こう打ってる時にひたすらもういろんなことを絶え間なく考えてるもんなんですか？そうですね。だからむしろすごい早く打てる人は僕と同じ思考をできてたら、はい。もう絶対叶わないなと思いますけど、さすがに無理だと思いますよ。あんな早くこんな全部考えられるわけないもん。じゃあ早い人たちは考えてないってこまあとですか？正直言うと少なくとも僕と同じぐらいは考えてないですね。名前出すな使えなくなるだろう。切れるから。本当？技術だから。あ、そう、大丈夫。まあまあそういうことよ。要はそういうことよ。じゃあ今日はそのリーチ後の思考もはいすべて、相手の手配もまあリーチ後はね、読みも全て休んでるんでまあ本当はね一生懸命考えてないけど、まあゆっくりこれなんでですかって聞いてくれたら、こういうブロックがあるんじゃないとか、これより後でこれできたってことじゃないとか、まあそういう自分が考えてることは喋れますよ。相手の手出しとかもそうそうそう。基本的にはもう見逃さない。全部見ないとダメでしょ、基本的には。まあもちろんね、できてすいるとはませんでした全部できてるっていうは言えないけど、基本的には全部見た上でじゃないと推理は成り立たないよね。今日は一半ちゃん糸半ちゃん。すべてはい。思考を暴露していただきたいと思いますだからそれにこだわるねまあそんなに暴露っていうほどじゃなくて、まあ自分としてもまあ普段からこれぐらいは考えたいっていうことをまあ喋りつつ、はい。まあ、ただ実際にはねそこまで時間がないから、今日はむしろいつもよりも深くこう掘り下げていけるんじゃないかなとは思いますよね。まあそういう意味では僕も楽しみです。はい。では早速やってみましょう。対局の仕方は、まず耳栓をして、こちらの立派なイヤーマフをつけて音を遮断します。そして今回対局をしてくれるのは、3代目天宝井ドッポさんと麻雀王国の皆さんということで戦うわけですね。はい。はい。対局開始しましょう。よろしくお願いします。お願いします。さあまずはトン1局、村上さんの親からスタートしましたドラは白です。かなり高ハイパイですね。後輩パイ来ましたね。はいでドラが吐くと。スタンダードでまず手配いただいた時って何から考えるんですか？まあ最短でリーチ、そしてなるべく高くと。それは親だからっていうのも関係あります？親でも子でも基本的には同じですね。同じ。はい。ってなるというわと、ストレートに行くわけですか？はい。こういう時は、まあ、イーソーか自敗からですかね。そうですね。で、僕の場合は、まあ、例えばイースを切ると、裾を持ってるのとかバレやすいし、基本的には泣かれたくないので、ファンパイから切る。そうまあ、ファンパイといいっても今回は、お高風しかないですけど、まあ、シャーチのシャー、なんちゃらなを先に処理するのが僕のスタイルですね。なるほど。というわけで、第1打は、泣かれた時にね、なんちゃらのそろばんがなくなるようにシャークになっています。はい。今回の打つメンバーってこう、はい。ドッポさんだったりうん王国の方なんですけど、どういう打ち手かっていうのは、はい。分かる相手なら勉強してくるんですか？ドコさんはね、座布団を大事にしてたのは、これは、はいまあ、いわゆる流行りといえば流行りですよね。トレンドみたいな。はいはいはい。昔はね、こういう人がいると、この人はめちゃめちゃ手が速いぞ、みたいに言ってたんですけど、今はそうとも限らないです。というと、まあ、簡単に言うとトンから切るのが一番座布団が泣かれづらいじゃないですか。なので、第一弾にトンを選んで、まあ、ポンされる確率を一番下げる。
その後に戦うという、まあ、その自分の手が良くなくてもトンから切るっていうのが僕もよくやるんですけど、なのでトン切るでトン合わせるなんですけど、まあこれだからといってこの人は早いぞとは限らない、なるほど。どっちかというとこの1枚切れたトンを合わせてる彼の方がちょっと攻めっ気があるなと、上茶の方がはい、合わせたトンだから攻めっ気を感じる。上茶が合わせたということは、安牌候補1個減らしてもまっすぐ打ちたい手配だということなんで、はい、受け気味だとこういうトンが後からになるからね。このもうまあ1打目で例えばそう考えると結構そこまでは考えていいんですね。そうです、考えるだけで手配読めないですよ、ただ、まあ、この人は分からんちょっと攻めっ気があるぞみたいな感じです。なるほど。はい、では、いきます。はい。なんつもがいいんでしょう。はい。もうこれも同じように、まっすぐ段を切ります。ストレートですね。はい。わかりやすい。そうですね。で、手出しで EP。もう手出しはしっかりチェックして。そうですね。全部見とかないとダメだと思いますね。で、こういう。もう手出しで E だ。なるほど。はい。手出しで9する。今回また全部自敗の次に端配じゃないですか、そうですね全員が。これはまあスタンダードな打ち方、手配進行に見ていいんですか？その通りですね。まあ基本的にもう20ぐらいであんま変則手はいなそうだなっていうふうには思いますよね。まあ基本的に麻雀ってまずはい浮いてる1枚の自敗、そしてその次に端配を切っていくのが、ね、残りのまあそうですね形両面ターツ作りやすいですか手ら。配構成上必ずそうなるんで、もうちょっと字が続く場合もありますけれども、まあ、みんな普通にやってるなということ今回はですよね。普通の始まりってこそうそう、とですね。普通の始まりです。はい。大事な意識。そうそう、そういうのもね、意識の中では大事です。何ですか、さあ、このこれどうするとここれは、いえいえいえ、このウーワンのくっつきがはい非常にメンツとしてうん。優秀なので、これはもうメンタンのリーチをかけるために、目いっこぱいこでいいそう。なるほど。当然、泣く牌はありません。基本的にね、ね他の選手よりもともと泣かないタイでプ手出しでですもんね。初ですね。はい。だからこれ別にトンと初でうん、ほぼ同じ価値なんですよね。うんうんなんですけど、ただ、泣かれたくないからトンから切ったって誰かことですねのリャンハンから切っていったってことですね。で、トイメンもチュンが手出し。はい。やっぱね、これ端牌よりもファンパイを重ねたいっていうのは分かりますよね。手出しで初と。なんか、発音をちょっと合わせてそうですね。だね。からトン合わせる、初合わせるなんで、やっぱり攻撃的。ただ彼のタイプはちょっと打ち方分からないので、未知数。はい、そう未知数なので、そこまでその攻め気があるかどうか分かりませんが、まあ、少なくともどっちが近いかったらちょっとだけこっちの方が怖いなという。ある程度、まあ、スタンダードな打ち手という情報そうでがすね来てま。した。はい。はい。で、今のところ全員手出しですけど、うんまあ、ストレートに打ってるので、速いかどうかも分からない。うん。でどこにドラがあるかもちょっと分かりづらい。白の場所ですよね。まあそうですね。分かりづらいです、ね。はい。はい。まあさ、そんなことを考えるよりもこう手が良すぎて、ね。ましたよ。まあこれでいいシャンテンですよね。まあこれを切るんですけど、まあ、普通に。はい。あといらは、ない範囲ですねまあとりあえず泣く牌はないので、次に何が来たらリーチするかだけまあ決めておく感じですよね。うん。まあ、一番引きやすいのはピンズのあたりですよね、先に来そうですよね。だからその時に甘露丸でリーチを打つかどうかを決めとく。例えばチースを引いたら、同じく甘露丸で即リするのか、関してもうちょっと高くしに行くのかを、なるべくこの切る前に決めといた方がいいですよね。今実際どうですか？今は全どうしようか部リーチを打つんです。はい。じゃあ何を引いてもはい最終的観覧腕でもそうですねリーチを打つ。。メンタンのリーチが非常に、やはり、この順目でね、親で一役プラス先生リーチ、はいもう十分なんで。今回はね、RTD ルールですから、そうですねまあ一発裏もありますし、はい一気にまあ高くなる可能性も可ありますもん能性もありますね。ね。メンタンツも裏石とか、メンタンね、うまくいけばメンタン一発も裏ような発これ想を無理やり、はい3色目も、とかってどうなんですか？いや、全然無理やりでもなく、自然になるパターンもなくはないんですよ。自然になんないか、まあちょっとずれますね、その前に。一回まず地層なり UP なり引くと、テンパっちゃうんで。そうなんですよ。側引いてもテンパっちゃうんで。そうなんですよ。無理やり3色になるすることはないですね。しない。しないです。じゃあ見てくださって、こう3色やりたいって方がいたら、それよりもこのルールだったら、自然にリーチ打った方が得なパターンが多いよ多いって。ですね。先制リーチが特にまだ普通の川原さんに、先制リーチ非常になるほ打った方ど。がいいと思います、こね。れ結構手役追いすぎちゃうタイプの人には勉強になりますね。まあ、もちろん、メンタンじゃ不満だって言ってね、早い順目だったら、もうちょい、高くしに行く。例えば、闇手にしといてからの手がありますとかも、全然ダメじゃないですよ。僕は基本的にリーチを打った方が得だと思って選んでますね。はい。なるほど。ということで、
とまずこれ。はい。一手先の方向性もしっかり決めて、そうですね今、ジャンピンを切るってことですね。はい。さあ、現場は静かですけれども、うん3方向ともスタンダードな打ち方。そうですね、今度ペイだしね。これっはいて、やっぱりこの安牌としてね、うん持ってたペイなんで、まあ、一応前に進んでることだけは分かりますよねちょっ。とずつは進んでそう、ちょっとずつは進んでる。彼も、対面もいいピンの手出しと。まあ、端っこの範囲ですね。そうですね。お手配構成は全然読めないですけど、まあ、今のところみんな、ストレートにうん。手を進めてるなという印象ですね。はい、いいピン合わせる。これなんかね、二人の現物なんでね、やっぱり、今パーンってリーチしたら、そうそう、3で高い牌を切ってるので、まあみんな手なりでストレートに進めてるなというのがわかります。なるほど。はい。とはいえ僕はまあそれを読んで読まなくてもね、ほとんど降りないような形が来てるので。まあでも考えることとても大事ですよね。はい。でこれは、どう見てもいらないです。はい。で、ファンもしないです。うんということで、つもぎり。はい。ようやくつもりが出ましたね。うん。そう、よくね、序盤はつもぎりだけ覚える人もいますよね。あーそれ以外は全部手出しだっていう風に覚えるっていうやり方が、例えばボイさんとかはそういう風に言ってるんですけど、逆にその方が覚えやすいかもしれない。僕はでもね、全部こう、なんていうか、今の場合はこれがつもぎりなんですけど、全部一応一個ずつ、つもぎりだな、手出しだなって見ちゃうんですよね。もう癖なんで変えれないんですよ。なので、そうですね。はいうんまだこれとこれがつもぎりだよっていうことだけは認識しつつ、いらないとこれもね、ね先ほど切った牌です。思います。まだどこからもね、リーチは来てませんしかが、もね、今回手出しでした、急走。もう、八百チューハイとニッパチしか切れてなくて、はい。まあ、つもぎりでしたね、シャワ全員が内側に寄せているんでしょうか。基本的にはそういうスタイルで、メンツ構成とかもちょっと読みづらいですよね。うんあ、Eピンがね、統一落とし。統一落としでしたね。これは大きな情報ですよってね。なると、はいこういう時の統一落としってどういうパターンが、二人の現物の E ピンを統一落としっていうことで、まあ、前に進んでる。かつ、まず絶対チートじゃない。メンツ制で前に進んでいる。ただし、速度はやっぱ読みづらいですよね。だって他にタースってあったら、一番いらないの E ピンの統一じゃないですか。ただ、まあ、日八の四畳杯とかがあったらそっち切りそうなんで、そこそこ、まあ、中にね、寄ってて、ターツばっかりみたいな感じですよね。あとは孤立の中チャンプ杯はあるかもしれないですよね。それにくっついて、例えばペン、なんちゃらと振り替えようとかね、例えばペンチピン残りだから振り替えようとか、いう形になってるかもしれないですけど、はい。でもやっぱね、この辺だとちょっとやっぱね、読み、まだねまだ。うん、手配構成とかシャンテン数読めって言われると、ちょっと難しいですね。なるほど。はい。まあ、親番だし、そういうのをあまり考えずに、まあ、見とくけど、自分の変化には影響しないってことですね。ね。で、これで、例えばですけど、はいこう、暗換して、うんここにくっつけてね、うんもっとより高くしたいなとか、ありですよ。もちろんありだと思います。ただし、僕の麻雀は、もうここで、いっちゃいます。噂の。そうですね。はいこれでも本当に好みの問題で、んここで、なんていうか、リーチしないのに関してはいいと思うんですけど、うん。闇点でシーソー待つよりも、なんかテンパを取らないんだったら、取らないじゃない。リーチの判断をしないんだったら関した方が。が僕はいいと思います。だからその E シャン点でより高くするか、即リーチか、どっちかを常に選んでいるので、今回に関しては、もう、リーチしちゃいます。なるほど。はい。というわけで、いはい。いですかお願いしますしちゃっていい。ですかどうぞ。じゃあ、いつもの。リーチさあ、ここで、リーチが入った。はい。でね、リーチの後は、本当はあんま何も考えないですけど、今回は企画ということで、はい。まあ、なんて出しだったかなとかね。これちなみになんて出しは絶対僕の安牌取ってるんですよ。うん。なるほど。ね、ちゃんと備えて。じゃあ、トッポさん。そうそうそう。ここはミ、スジを1枚切ってきましたね。筋の Q1。それはね、リーチ後だから読んでもしょうがないですけど、まあ、やっぱりそこそこまとまってたんだなって見えますよね。あとはね、安牌があんまりないパターンもあるんですよね。今回、捨て牌も、はいなんか強いですよね。強いんでね皆さんそうですけど。だから、そう、皆さんですよね。数層とリャンピン持ってない人は、うん。安牌ないんですよ。そうですよね。そう、だから、まあ、しばらくまっすぐ来るっていう選択は、はい。ございますよね。自己都合でいくよってことですね。いいですかね、一発です。どうぞ、お願いします失。礼します。実際どうですか、この街って。まだ全然わからないから未知数のままで、どれくらいいるかなとかも全く考えてはしない。まあね、これは序盤すぎて読めないので、
まあ、とりあえずこれだけが頼りですね。なるほど。そう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 。で、今実は、全順リーチせずに関してると、本当ですね。ね、いい街で、よりよく高い街でできたんですけど、はい。それはもう、後悔しちゃダメです。もう振り返らないですね。というの後は、のそういう。あ、さあ、ここで動いた。こ C れはですね。下茶が仕掛けたのはカンウーピンです。嫌ですね。親リにしっかりサボらずに押してくる人。嫌いです。チーしてたチーワン。はい。これも強い牌ですけど。そうですよね。非常に嫌ですね。もう打ち手からしても、はいどうなんですかこの泣いて、うダチーワンはもうほぼほぼテンパイか、まあ遅くてもいいシャンテンぐらいなんですか？ん。僕の感覚ですよ。はい。親リじゃないですか。降りきれない場合があるんですよ。まあね、そう。わかんないですねだからしょうがなく前に出よう。っていうパターンだと、捨てなくてもおかしくないのと、今回電プラはこれなんで、はい。これを2枚3枚持ってる人はしばらく来るなっていう感覚はあるんで、ドラをすごい持ってるパターン、そうですねもしくはもう降りきれないからそうです前に進めようっていうパタなので2パターンあるので、必ずしも張ってるというは思わないですけーン。どね。なるほど。はい。じゃあ、持っていいですかね。はい。筋になりました。攻めてますね。さあ、リャンワンはつもぎりでした。攻めてますね。来てますね。嫌ですね。非常に。でもこれを泣いて動いてる状態は後の2人にも伝わってるわけですそうですよね。ね。お上がりが出ました、ロン。なるほど。タンヤオのみ。上がりは、しもちゃんのドッポさんでしたね。ね、張ってましたね。ワンフーロで泣けのカンウーピンでした。ね。つもり3個の2シャンテンでもあったんですね。そうですね。はい4466の形から仕掛けていった。これ打った対面もむしはいろ親入りが上がるよりも先手振った方がいいんで、これはむしろガッツポーズ。なるほど。そうですね自分のリーチが流れてしまったけど、はいまあ1000点で、まあ、ちょっと嬉しくないですけど、ただそもそもこれって、まあ、降りてくれたら嬉しいリーチなだけで、降りられなかったらまあ上がられてもしょうがないと思ってるんで、この結果はそんなにあまりなんとも思わないですね。はい。なんだよ、俺上がれなかったよ、うんとか思思わなでね。わないいですす。よくあることあ、よくある。だ。はい。むしろドランコに打たなくてよかったな。あ、ぐらいよかったな。前向きな気持ちで。実際この今、この10目まで立って、いドラってここもなかったじゃないですか。はいはいはい。どっちだったかなっていうのとかも思う。わかんないですけど、一応ですけど、一発目が無筋だったこれの方がちょっと可能性が高いかな。でも今ねそ、こはある。ちょっと違うヌーピンで降りてたから、ちょっどっちもあんまり可能性あるパッと。しないじゃないよ。ね。ドラ。うん、そっちだ。なるほどねでも、シャンテースが進んでたらもうちょっとね、うん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 。いい牌出てきそうだから、そんなでも